この本を読むだけであなたの英語学習の壁がすっと消えます。英語を話せるようになりたい。でも何年も勉強しているのに話せるようにならない。そんな悩みを抱えていませんか？今回ご紹介するのは、独学で英語を話せるようになった人がやっていることという本。著者は自身も独学で英語を身につけた中林久美子さんです。英語が苦手だった彼女が海外経験ゼロでも話せるようになった理由とは。この本では英語を話せるようになるために独学で本当に必要なことがぎゅっと詰まっています。机に向かう時間がない人やスクールに通う余裕がない人にとってまさに希望の一冊。この動画では本の重要な3つのポイント、印象的なエピソード、そして実生活への生かし方を私の感想も交えながら分かりやすく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。本の重要な3つのポイント。この本には英語を話せるようになるために必要な独学の極意が誰でもすぐに実践できる形でまとめられています。英会話スクールに通えない、忙しくてまとまった時間が取れないという人こそこの本が力になります。中でも特に印象的だった3つのポイントを紹介します。ポイント1、正しい独学の姿勢とは。まず最初に強調されているのは英語を学ぶ姿勢です。著者の中林さんは完璧な英語を話すことを目標にするのではなく、伝わる英語を最優先にしていました。実際彼女は英語に苦手意識を持ちながらも間違いを恐れずどんどん話すことで上達していきました。まずは使ってみる、失敗を恐れないという意識が独学には不可欠です。これは多くの人が見落としがちな点で、単語をもっと覚えてからもう少し文法を復習してからと準備ばかりに時間をかけてしまうケースが多いのです。しかしこの本では今の自分のレベルでどんどん話していいという勇気をくれます。英語は勉強というより道具として使ってこそ意味がある。独学を成功させるにはまずその視点の転換が必要だと気づかされました。ポイント2、毎日5分でも口に出す習慣。この本で繰り返し出てくるキーワードが声に出すです。英語学習というとつい参考書やアプリでの勉強ばかりに偏ってしまいがちですが、口に出して話すことで初めて実力になります。中林さんは仕事や家事で忙しい日でも1日5分だけ英語を口に出す時間を欠かさなかったそうです。例えば今日食べたもの、明日の予定など日常の出来事を英語でつぶやく。たったそれだけでも脳は英語を使うものとして認識し始めます。この積み重ねが1週間、1ヶ月、半年と続けば英語を話すことが特別なことではなくなります。まるで筋トレのように少しずつ口の動きや表現が自然になっていく。机に向かわなくてもできるこの習慣は多忙な現代人にとって非常に実践的です。ポイント3、インプットよりアウトプット重視。単語が覚えられない、リスニングが苦手という悩みはインプット中心の学習から来るものだと著者は指摘します。この本ではアウトプットに時間を割くことが最短の学習法だと繰り返し述べられています。具体的には SNS に短い英語の投稿をしてみる、英語日記を書く、オンライン英会話で間違えても話し続けるなど、使うことで記憶が定着するという経験を著者自身も積み重ねてきました。特に印象的だったのは自分の話した英語が誰かに伝わった瞬間が一番記憶に残るという言葉です。これは単なる学習ではなく実感を伴った学びとして定着するということ。頭の中に知識を溜め込むよりも
少しでも発信していくことで英語はどんどん自分のものになっていくのです。印象的なエピソード紹介。この本で特に心に残ったのは著者中林さんが英語を話すことに対する恥や恐れを乗り越えた瞬間のエピソードです。もともと彼女は人前で話すこと自体に強い苦手意識があり、英語となるとさらに萎縮してしまっていたそうです。学校の授業での英語スピーチでは一言も話せずに終わってしまった経験もあったといいます。そんな彼女が大きく変わるきっかけとなったのが、ある日参加した英語学習サークルでの出来事です。簡単な自己紹介を英語で話すという課題に挑んだ彼女は、準備していた文章の途中で言葉に詰まり、声が震えてしまいました。会場の空気が一瞬静まり返った時、あるネイティブの参加者がこう言ってくれたのです。あなたの英語、とても伝わってるよ。文法よりも気持ちの方が大事なんだよ。この言葉をきっかけに、彼女の中で何かが変わったといいます。英語は間違えずに話すものではなく、気持ちを届ける手段だと心から理解できた瞬間でした。そこから彼女は恥をかいてもいいから使ってみようという意識に切り替え、積極的に話すようになります。間違えてもいい、伝わればそれでいい。その思いが彼女の背中を押し続け、結果として本当に話せるようになっていったのです。この経験は私たちにも大きな示唆を与えてくれます。英語に限らず、何かを始める時にはうまくやらなければならないという思い込みがブレーキになります。でも最初から完璧じゃなくていい。間違いを恐れず、まず流行ってみること、その一歩が新しい自分を作っていくのだと、このエピソードから強く感じました。学びと実生活への応用。この本を読んで私が最も強く感じたのは、英語を話す力は勉強時間の長さよりも話そうとした回数で決まるということでした。これまで私は単語帳を暗記したり、リスニング教材を何度も聞いたりとインプット中心の勉強をしてきました。しかし本書を通して話すことこそが英語力を引き出す鍵であると気づかされました。著者が繰り返し伝えているのは、とにかく声に出すこと。1日5分でもいいから英語を口に出す習慣を作る。それだけで使える英語が身につくという考え方は目から鱗でした。特別な教材や海外留学がなくても、毎日の生活の中で自分の英語を育てていけるという希望がこの本からは感じられます。私はこの本を読んだ日から朝起きた時に、今日は何をする予定かを英語でつぶやくようになりました。最初は単語ばかりの拙い英語でしたが、数日続けるうちに少しずつ文章らしくなってきたのです。誰かに聞かせるわけではないからこそ気楽に続けられ、自分の中での英語を話す抵抗感も減ってきました。さらに大事なのは間違いを恐れないことです。著者も語っていたように、正しく話そうと意識しすぎると逆に言葉が出なくなる。間違ってもいい、通じればいい。そのマインドセットは英語だけでなく、私たちが何か新しいことに挑戦する時にも必要なものだと思います。この本はただの学習法の紹介ではなく、自分を変えるための一歩をどう踏み出すかを教えてくれる実用書でもあります。読んで終わりではなく、今日からすぐに実行できる内容が詰まっているのがこの本の最大の魅力です。いかがでしたか？独学で英語を話せるようになった人がやっていることは、英語を学ぶすべての人にとって最初の一歩を踏み出す勇気を与えてくれる一冊でした。英語を話すのに必要なのは完璧な文法でも発音でもありません。大切なのは毎日少しでも声に出してみること、そして間違いを恐れず伝えようとする姿勢です。
今日からできることはたくさんあります。例えば朝起きたら英語で独り言を一つ言う。それだけでも立派なスタートです。あなたも自分のペースで使える英語を育てていきましょう。この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。今後も学びになる本や実践的な英語学習のヒントをたくさん紹介していきますので、ぜひお楽しみに。